はい、始まりました。今日は思い出のデッキになります。なるほど。はい。ご自分の。いや違います。友人がはい。やってて、はい。昔やってた友人が引退されたんですか？なんか引退するって言ってたんですけどね。まだやってるみたいです。はい。その方のデッキを一応参考にしまして、はい。今日はやらさせていただくんですが、妖刀スフィンクスの君主アネシーになります。おー、はい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 。はい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 。これはあれですか？種族を仕様ですか？違います。種族を一応出る構成にもできますよね。できるけどね、スフィンクス25体がかなりきついんだ実は。そうですよね。それぐらいスフィンクス入るぐらいのデッキになるんですが、まず7、8ぐらいレベルが。なんで、まあまあ結構強いデッキの、結構強いです。はい、結構強い構成になります。で、能力をまず説明しますと、青6マナ、44飛行、スフィンクスです。重いなーって。あなたがスフィンクス呪文を唱えるためのコストが2少なくなります。2はでかいよね。こいつ以外のスフィンクス2少なくなる、すごいですよね。で、こいつか他のスフィンクスが1体コントロール下で戦場に出るたび、一番上からカードを4枚公開します。はい。で、対戦相手1人が2つの束に分けて片方を取ると。はい、で片方は墓地だと。要は4枚の嘘魔法をできるという形になります。はい。で、まあ6マナですんで、まずどんな構成になるかって言いますと、マナファクトとりあえず結構多めです。多めになります。はい。これ出さなきゃいけないんで。出さなきゃいけない。とにかくこれ出さないとちょっとかなりやばいデッキなんで。まず6マナって重いですよね。重いですよ。6マナですよ。そいつを出さなきゃいけない構成なんで、キー入るぐらい、おごそかなものですも当然入りますし、結構ねボルトからキーみたいな動きするぐらい重めのマナファクトの構成になって、ウルザの保育器とかスフィンクス指定していいんじゃないかという感じになります。それぐらい重いマナファクトの構成になります。でそこから何をするかと言いますと、まずこいつを出しまして、でスフィンクスを唱えます。2コス減ってるんで、触るんでね。4マナとかのスフィンクスが2マナになってる。で多層のスフィンクスが2コス減って、できればシングルシンボルがいいんですよね。シンボルの部分が減らないんで、じゃあ後から説明することになるけど、ウルザの保育器とか、アネシをコピーするとかいうムーブがあるんで、不特定のマナの部分は、もう限りなくゼロに近づいていくからシンボルが少ない方が一応採用優先度は高いと。そうですよね。いうことにはなりますね。でそれを出すじゃないですか。スフィンクスを、と多層を、出すと嘘箱は誘発するんですよ。で嘘箱からスフィンクスまた引っ張ってきて、またスフィンクス出して、でそれ嘘箱引っ張ってきて、みたいな動きをするんですよね。そうですね。つまりデッキの中に入ってるスフィンクスはドロー呪文です。なんであと芸の像だったり、芸の像2マナじゃないですか。でコピーして、アネシを、でアネシコピーするとなんと2回誘発すると。レジェンドルールで即死するけど誘発は残っていくという2マナのスフィンクスですよ。でそれであと他にも火の分身とか、で火の分身ではスフィンクス呪文じゃないんで、4マナですけど、アネシをコピーして、この誘発が2倍になるという形になりますよね。そうですね。もちろんスフィンクスの経験は4になるし。なるほど。経験が4になる。そうですね。経験が4になって5マナのスフィンクス1マナで打ってきて、4枚めくって2つの束に分けてもらって好きな方を取得するが2回と。やばいですね。さすがにそこまでいったら止まんねえんだけどね。でその要は止まんなくなれば、最終的にはデッキを全部引き切れると、いうことになって、最後のデッキトップに運命の絆を1枚残しておいて、で無限ターンの無限スフィンクスがパンチするという形になって最終的には勝つという構成になるんですが、ここからは一応どんなスフィンクスが入るのかっていうのを一応ご紹介させていただきたいなと思うんですけど、まず最強のスフィンクス、自在自動機械っていう最強のスフィンクスがやってよね。
この最強のスフィンクスは1マナ多層11以上です、はい、つまり0マナのスフィンクスで唱えたら誘発するだけ。これを超えるスフィンクスが来ることがあるとしたらこいつに色がついてるなるほどね確かに確かに。まあ、あと当然性別されたスフィンクスは入りますんで、はい、割愛させていただくんですけど、はい、でちょっといいスフィンクスこいついまして、はい、予見のスフィンクスというカードになるんですが、はい、青4マナの44の飛行でして、うん、まず開始時にスフィンクスありますって言い出して開始時にありますって、はい、洞窟かな力戦かな、はい、やばいなって思ったらスフィンクス提示されるんで。そうです。開始時に公開すると戦術3を行いますだからなんやってねこれ結構重要ですよね。悪くはない。悪くないですよ。でもドツボにはまることもあって戦術3したら土地見えるやろうと思ったらないみたいなね確かにねで飛行を持ってて、でアップキープの開始に戦術1を行う、だから戦術ずっとできるっていうそうですねことなんですけども、単純にこう開始時にあったら嬉しいっていう、こいついいと思うんですけどね。結構いいですよ。4マナは一応スフィンクスとしては軽いので、2マナになりますんで、はい。で、4マナのスフィンクスそのまま紹介させていただきますと、救出のスフィンクスというカードになるんですが、はい、4マナ3-2飛行で戦場に出るに際し、あなたがコントロールしていて土地ないパーマネント1つをあなたを手札に戻していい、そしたらこいつの上に11カウンター置かれた状態で戦場に出ると、つまり言うはずじゃねえんだそれそうですね置かれた状態ですねでこいつが出ますと、で手札に戻すと、はい、言うはずじゃないですねどうしてすごいですよこれ強くないですかで戻せるんですよ、しかもスフィンクスを、はい、でもう一回2マナとかでスフィンクス出しちゃえばいいんじゃないかってことがこっちでいいっていうことですよね。そうですね、はい、はい、で次いきますと銀箔のスフィンクス、はい、こいつも4マナです、はい、で 4-3 飛行です、で金属術で青1マナで起動しますとこれを追放します、はい、でエンド時に戦場に戻す、はい、また出てきちゃったすごいですね。チラッとできるっていう自立でチラッとできるっていうねこれすごいですねそれやばいでしょ。これやばいですねこれ、これマナがある限りはね。でこれだって1マナで次々各ターンでってことでしょやばいですよこいつ。で次いきます、はい、で次のスフィンクスは夢を汚すもの。こいつもかなり強いのよ、はい、さっきの話じゃないけどシンボルの部分は減らせないんですけどね、普通はね。普通は減らせないと、はい、こいつは5マナの 4-3 飛行でして、青のパーマネント呪文を唱えるための追加コストとしてあなたは2点のライフを支払ってもよい、はい、それによりあなたがライフを支払ったらその呪文を唱えるためのコストが青1少なくなると。そうなんですよ。これは無色ではなく青1少なくなる、でこの効果はあなたが支払う青マナの点数のみを減らす、であなたが青のパーマネント呪文を唱えるたびカードを1枚引く、めちゃくちゃ強い相性がいい、やばいですね、はい、1軽減っていうのがねかなりでかいですね。ほとんどのスフィンクスダブシンなんで正直、はいはいはい、1マナまでは下がる、はいはいはい、いうことです。そうですね、はい、で次が書庫の守り手オルモス、はい、こいつはジャンプスタートのスフィンクスみたいでして、はい、一応6マナの55飛行です、はい、でちょっと能力英語なんでちょっと簡単に説明しますと、あなたのライブラリーにカードがない状態でドローしたら、カウンターを5個置く、代わりにね、はい、代わりに何を言いたいかと言いますと、はい、デッキがなくなって、はい、ドローしようって言われたら、はい、やばいじゃないですかそうねやばいじゃないですか。いわゆるガイア岬の診療所とかに出てるのはまずいことになるんで、なんでこいつが一応保険として、はい、入れといたらいいんじゃないかという形になります、であともう一体紹介したいんですが、これは最近、つい最近収録されまして、はい、強化されたんですが、これはマジ爆強化陰謀の解明者というカードになるんですが、はい、7マナのスフィンクス、はい、探偵です、何の探偵7マナちょっと重いかなと思いきや566です、でこいつがもし出せたらですよ、出せたらですね、出せたらあなたが唱える呪文のマナコストを支払うのではなく
証拠収集10を行ってもよいと。はい。証拠収集10っていうのは墓地にあるカードをマンソールの合計が10以上になるように選んで追放することであると。つまり、はい、墓地に落ちてるスフィンクスがね、スフィンクス全部追放しちゃって、手札にスフィンクス唱えちゃって、やばいっすね。で墓地に落ちたやつまた追放しちゃって、止まらなくなりますよ。絶対止まらないんだこれね。問題は墓地に落ちていくことなんだから。やばいですよね。でかなり強化されましたんで、はい、そんな感じでスフィンクスの紹介はだいたいそんな感じになるんですが、はい、まあ他にもいいスフィンクスいますんで、いろいろ探してみてほしいとは思うんですが、はい、今の言った感じで、手札上限をなくすカードってどれくらい入れた方がいいのかなって思う方いると思うんですよ。僕も思ったんですよ。どれくらいだと思います？多分思考の器とかぐらいしか入ってないと思うよ。なるほどね、逆にもう誠意の通りすら入ってない可能性もあるぐらい、手札上限をなくすカードは逆にいらないんじゃないかということになることに気づいたということなんですけど、はい、実はその手札上限溢れてる時はもう決めにいってるターンだまあね、もう終わってるターンなんで、だから手札上限なくすカードはいらないんじゃないかなってことですよね。7枚ありゃ十分だっていうことになっちゃってる。で、あとこいつの弱点ですね。はい、弱点一応言っときますと ETB が封じられたら終わりです、ETB 封じはマジできついです。結構積みますよね。結構積みます。絶対打ち消しに行かなきゃいけないか除去しに行かなきゃいけないかになってきます。あとまあ、逃走者の依存度が高いデッキというくくりにはなるので、そうですね、除去られたら困るんで、打ち消しとかでこいつを守っていかないといけないということになりますよね。逆に言うと、盤面に定着させさえすれば、アドは正直無限なので確かに勝てます。でその守る兼ね合いでチラッとするカードっていうのはいいんじゃないかということで、幽霊の揺らめきみたいなカードで守ると。これやばいっすよ。だって守りながらアド取るっていうわけわかんないムーブされるんですよ。やばいですよね。除去打ってきてチラッとして、そしたらアド取るっていうなぜか誘発してあれってなるっていうやばいですよね。かなり強いですよね。はい、で一応さっきフィニッシュの話はしたんですが、ドリームホールというカードで1枚コンボになります。一応能力説明しましょうか。5マナのエンチャントで全員が全ての呪文がピッチで打てるようになる。合ってますか？合ってます。全員が全てです。でこれ1回ほぼ1キルだったと思うんですけどね、僕の記憶だと2キルでしたか？あれ2キルだったような気がするんだけどな。いやほぼ1キルだったけど確かに理論的には1キルできる可能性があります。1ターン目にドリームホールを置ければ、ピッチでアネシが打てるので、そこからつながれば全ての呪文がピッチになるので、ゲームが終わります。理論上は可能です。全然可能です。ゲーム実際終わったことがありました。一応紹介し忘れました面白カード1枚だけ、どうしても紹介したいんですけども、ちょっとどこに入れていいか分かんなかったんで、最後紹介したいんですが、飲み込む塩。また来たよ。これがね、このデッキですとね、やばいぞ。このデッキだと強いよこれ。やばいですよ。一応能力もう何回も出てきてますけど、説明させていただきますと、4万のソーサリーでして、各プレイヤーはそれぞれ自分がコントロールしていて土地内パーマネント1つ選びます。このデッキの場合はアネシを選びます。いやドリームホールが出てる場合はなるほど、ドリームホール選びますね。でそれを選んで、それ以外が全部バウンスだと、手札に出てるスフィンクス帰ってきて、また嘘箱できちゃうっていうことになりますんで、飲み込む塩かなり強いです。まあそんなところになるんですけども、どうですか、強そうですか？実際あまり知られてないかもしれないけど、結構強いよね。結構強いですよね。結構強い。アネシが出てからのアドの取り方が尋常じゃない。かなり強いですよね。でスロースターターだから、出てくるまでそんなにヘイト高くない。そうですよね。確かに確かに。結構楽しいですよね。スフィンクスがいっぱい出てくるんで、つながっていくチェーンみたいなことしていくんで、結構そう決まると楽しいですよね。なんでおすすめになってますんで、まあ他にもこのデッキに合いそうな
スフィンクスいたらコメントしていただければありがたいので、はい、お願いしますということで、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。